こんにちは。今日は2025年の日付入りの手帳やリフィルが揃ってきたので、まず今の時点で揃ってるものを紹介していきたいと思います。この無印良品のリフィルノートにちょっとメモを書いてるので、それを見ながらやっていこうかな。こんな感じで今買ってあるものをメモして、あと買い足したいと思ってるものをここに書いてます。じゃあまず今買ってあるもの、ダイソーのミニロック。こんな感じでダイソーのミニロック用のリフィルは月刊と週刊と2冊ずつ買ってみました。最近はねミニロックよりも M5 の方をよく使うからあんまり出番はないんだけど、持ってたら何かしらに使えるし、2025年の途中でウィークリー書きたいなとか新しいマンスリー書きたいなっていう時にあったら安心できるので、これは毎年複数冊買ってます。なんかこれインスタとか YouTube で見たんだけど、リフィルの紙質が変わってるみたい。私まだ開けてないからどう変わったかまだ分かってないんだけど、なんか紙が薄くなって、あとクリーム色かかってるみたいなことをいろいろ見ました。こんな感じ。ああ、なるほど。確かにこうやって見るとちょっとクリーム色かも。ここに2024年の月間のリフィルがあったので、これを開けて比較してみようかな。もうなんかこの時点で色が違う。これ画面越しに伝わってるかわかんないんだけど結構違います。あと指触りが違う気がする。こんな感じ。新しい方がちょっとざらついてる感じ。こっちも別にすっごいツルツルってわけじゃないんだけど、ちょっと2024年のリフィルよりも手触りがザラッとしてます。やっぱ最近の物価高騰のためこの紙も安いやつにして、その分値上げしないでお値段そのままってやってんのかな。新しい2025年の紙質の方は使うペンによっては裏抜けするみたいなことも見かけたんだけど、私は別にダイソーのリフィルは雑に使うようだから裏抜けとかは気にしないで使うと思います。だいたいシャーペンかフリクションで書いて、こういう雑に使うものに万年筆とか使うことがないので、私的には別に OK かな。あとクリーム色意外と可愛い。可愛くない？目にも優しい気がする。白よりは。こんな感じでした。これは今のところは使い道決まってないリフィルです。とりあえず安心できるように買っておいたので、私今年もそうなんだけど、年度の途中の中途半端な時に新しく手帳を始めたいって思うことがすっごいあるんですよ。今使ってるトラベラーズノートに挟んでるこのライツ、これも8月末から4月始まりの使い出してる感じなので、そう、この夏過ぎくらいに私新しい手帳使いたくなる時が絶対来るんですよ。だからそういう時にこういう4月始まりとか売ってればいいんだけど、売ってないタイミングっていうのが絶対あるじゃないですか。そういう時に緊急用として持っておこうと思います。で、次に買ったのはこの無印良品のリフィルノートリフィルのマンスリー12月始まりのやつです。これ多分2025年度版から新しく発売されたやつで、
月曜日始まりで祝日表記とかがないバージョンを買いました。これ祝日表記があるバージョンも2種類出てて、私はシンプルに使いたかったので何も書いてないやつを買いました。これはね、今使ってるリフィルノートに挟んで使おうと思ってます。この裏側に曜日の書いてないマンスリーを挟んでるので、これを2025年はこの日付曜日入りのやつを挟もうと思って買いました。しかもこれさ350円だよ。安すぎない？すごくない？これリフィルノートリフィルだけどルーズリーフと同じ穴の規格だから、英語サイズのルーズリーフにも入ります。開けるとこんな感じ。年間のカレンダーが2024年から2026年の分まで入ってて、これなんていうの、いっつも名前忘れるんだけど、年間計画表みたいなやつ、これが2025年度分のが入ってます。であとはシンプルなマンスリー。これのいいところは土日に色がついてないところ。だいたいなんか土曜日水色で日曜日赤とかじゃないですか、カレンダーって。それがなくて日曜日だけ薄いグレーになってます。これかわいい。で2024年の12月からマンスリーが入ってて、こんな感じです。で全部のページが6段のマンスリーになってるね。いいね、それは。で2026年の1月分まで入ってました。であとは1月分の裏側だけドット方眼になってて、あとは説明書的なやつ。これはとてもいいと思う。安いしリフィルノートに入れておけるし、まだね12月になってないからこれはしまっておいて、12月分使えるようになったら使おうと思います。また使い始めたらどうやって使ってるか動画にしたいと思います。であともう全然買う気がなかった暮らし手帳をね、いきなりなんか欲しいってなっていきなり買ったんですよ。じゃーんじゃーん、かわいい緑。かわいくない？これはねメルカリで購入しました。これがね、ここにも書いてるんだけど、今使える手帳が欲しくて探してたら、これがね暮らし手帳9月から使い始められるんですよ。なのでメルカリで探して買いました。こっちのライツみたいに4月始まりの手帳を探して、それを使ってもいいかなと思ったんだけど、もったいなさすぎるから10月から使うっていうのが。だからね、いろいろ探したらこれ見つかったし、可愛いし、あとお安く手に入れられたのでとてもラッキーでした。これはね、今デイリー用の手帳をこのプロッターとか、あとセリアの368ページノートでデイリーの雑記をつけてるんだけど、それを開くのがとても面倒くさくなる時っていうのがあるんですよ。結構なボリュームとか重さがあったり、日付を自分で書き込まなきゃいけなかったりするのが面倒くさくて書けてない日もあるので、そういう時に、自分のことは記録しなくていいんだけど、推しに対してのオタク的な感情は残しておきたい時もあるので、それをねこっちに書いたらどうかなと思って買ってみました。でこれ2025年がさ緑色なのがさとてもいいんだよね。かわいい緑。私の推してるアイエンくんが好きな色で、しかもお花もアイエンくん好きで、しかもこれ黒で
なんかこれラメ入ってるのかな、すごいキラキラするんだよね。それが可愛いなと思って買ってみました。本当はねこれ北欧暮らしの雑貨店さんで買い物するとノベルティでもらえる手帳なので、本当はそこで物を買ってもらったらいいんだけど、特に買うものもなくてメルカリで譲っていただきました。でこれ紹介してる人結構いるから別に中身は紹介しなくてもいいかなと思うんだけど、こんな感じでとてもシンプルで可愛い手帳。ほら見て、これ9月から使えるんだよ。すごくない？ 2025 年の手帳なのに。で月曜始まりです。可愛い。この辺になんかメモしたりデコしたりもできる感じで、これもちゃんと6段になってる。ちゃんとこう6段になってるマンスリー私好きなんですよ。でウィークリーは9月1日が始まる週だから8月26日から書けるようになってます。でここに月をこう見やすいようにインデックスみたいなやつがついてます。これオレンジなのもかわいいね。で12月最後の週までか、こんな感じで、左側はここは無地で、右側がなんかちょっと薄く方眼と、あとこのウィークリーの間のところにちょっと線が濃くなってて、ここちょっと見やすくなってます。でここはね裏のカレンダーが透けてるんだけど、2週目からは今度ここにこっち側の方眼が若干透けてるから、ここ無地でも字揃えて書けそうな気がする。早く使ってみたい。この紹介終わったら使い始めようと思います。右ページの上はウィークリーノートって、ここにちょっとメモスペース的な感じのところもあります。でこの使ってる紙はトモエリバーだったような気がする。薄い、裏側がちょっと透けて見えるくらい薄い紙です。こんな感じで、カレンダーの後ろ側にはこういうリストページが8ページついてました。こんな感じ。映画とか本とか音楽とかファッションとか、ここにチェックを入れて、でここに何度リストかを書いて、ここにリスト化していける感じ。これは推しの記録とかオタ活した日の記録とかを書いていこうかなと思ってます。マネーもあるからさ、グッズとかで使った金額のリストを書いていくのもいいかも。こんな感じで、最後に方眼のメモページが何ページかあって終わりです。かわいいよねこれ。でこれ暮らし手帳の専用のカバーっていうのもその販売してるショップで売ってるみたいなんだけど、別にカバーはいらないかなと思ってこのまま使おうと思います。これは雑に使う手帳にしようと思ってます。またねこれも使い始めたら動画にして紹介したいと思います。ということで紹介し終わったかな。ライツ、これ紹介してないんだけど、これはね他の動画でも紹介してるから紹介しなくていいかなと思ったんだけど、一応紹介しとくか。これはノルティのライツ3小型版の4月始まりを、さっきも言ったけど8月末から使い始めて、これ2025年度版を買うか2024年4月始まりを来年の4月まで使うかまだ悩んでます。4月の6日分までウィークリーは使える。まだね全然8月末から使い始めたばっかりだからさ、
まだこのくらいしか使ってないわけ。12月分まで使ったとしてもこのくらいだからさ、ちょっともったいないかなと思って。でここにも書いてるんだけど、能率手帳の限定色っていうのが2024年の時に発売されてて、これがそうなんだけどめっちゃ可愛いでしょ。これをねこんな感じでオタク手帳にして使ってるんだけど、2025年もこういう可愛い色の能率がもし出たら、これを能率のこれ普及版なんだけど、小型版も24年は出てたので小型版買ってこれを1年使う手帳にしよっかなと思ってるんだけど、今10月1日の夕方なんだけど、今の時点でまだ全然情報が出てないんだよね。ちょっと今調べてみようかな。今の時点でこの限定版の詳細は見つからなかったんだけど、もし2025年度版の限定版が出てで気に入る色だったらこれからこっちに変えるかと思うんだけど、それ以外だったらこれは来年の4月まで使っていこうとは思ってます。でまたライツを買うかな。ライツのこの左側のここに3本薄い線が入ってるんだけど、ここにねフリクションでちまちまっと書いていくのが今可愛いなと思ってハマって使ってます。この詳しい中身の紹介は最近使ってる手帳の中身紹介動画でこの間したので、気になる方はそっちも見てみてください。ということで今のところ2025年の日付入りの手帳とリフィル揃ったのがこの4種類です。であと欲しいと思っているのが M5 のマンスリー。この間 M5 のマンスリー6段タイプのマンスリー動画のコメントで教えてもらったんですけど、ダヴィンチの M5 のマンスリーロフトに行った時に実物見てみたら思いのほかね、なんかマスが小さくてこれ大丈夫かなって買わなかったんですよ。で自分でも調べたらフロッターのマンスリーも6段になってて、で調べたらプロッターのマンスリーが6周になるところだけ6段になってるタイプだったんですよ。なのでプロッターにしよっかなとか今思って Amazon にあったから買おうか今悩んでるところです。これもね可愛かったんだけどね、これは全部の月が6段になってたんですよ。だからマスがちっちゃかったんだね。どっちにするか今悩み中です。プロッターのね実物を見たいんだけど、ロフトとか伊東屋とか行った時なかったんですよ。多分置いてないのかな、ネット通販だけなのか分かんないけど、実物を見て決めれたらいいなと思ってるんでまだポチってないんだけど、まあそのうちプロッターのマンスリー買うかな2025年は。であとはさっき言った能率の限定出るか分かんないけど出たら買います。であとは入れ子手帳を買おうと思ってます。そんな感じかな。2025年の手帳事情はあんまりね、私そんななんていうの1年通して絶対使うっていうのがなくって、使いたい時に使いたいものを使いたいように使ってるだけだから何の参考にもならないと思うんだけど、そんなんでいいんだよ手帳なんて。こんな感じでこのリフィルノートにいろいろ手帳会議しながらまた買うものとか増えるかもしれないので、また他の手帳も揃ったら紹介しようと思います。ということで2025年の手帳第1弾の紹介でした。ではここまで見てくださってありがとうございました。また他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。